最近の世界大会とかはそのストロングホールド、ここにある焙煎機ですね、韓国のメーカーなんですけど、このストロングホールドを使った競技者っていうのが最近はやたら増えてるんですよ。で今までってやっぱり大きい焙煎機で焼いた豆を持っていくとか、例えばサンプル焙煎機みたいな本当に小さいもので焼いた人が多かった中で、最近、特に、オニキスがそのストロングホールドを使って世界大会を席巻してるっていう状況が、見えてきてから、やっぱりストロングホールドを使う人が増えてきた。これは、どういった理由があるのかっていうのを、ちょっとダコタの考えを聞いていこうかなと思います。So a few years ago, 数年前なんですけれども、 our approach to roasting competition coffee shifted a bit コンペティション用のコーヒーの from typical drum roasting to the stronghold machine. コーヒー自体が少しずつ変わってきております。で、以前はガスのドラム用のマシンで焙煎機で焙煎したものがよく使われておりました。And that decision was made because we did a tasting blind from what we were doing to what the stronghold was doing. ブラインドでテイスティングをした結果、それまでの焙煎機、ドラムの焙煎機でしたものと、あとストロングホールドで焼いたものをテイスティングしたとき、ブラインドホールドでしたときの違いを確認いたしました。We found that the coffees from the stronghold were roasted in a way that had higher cup clarity and the quality was ストロン slightly グホール higher. ドで焼いた豆の方が、コーヒーの方が明確な味を取ることができました。And that was the year we won USBC and USBRC by using the stronghold after we selected those coffees. そういう理由でアメリカでの競技会ではストロングホールドで焼いたものを使うようになりました。ちなみにそのストロングホールドとそうクラリティがあるっていうけど、それの理由は何かあるんですかね。なぜストロングホールドはそういう味になるのか。Yeah, so I think the cup clarity is higher on the stronghold. ストロングホールドで焙煎したもののコーヒーというのはすごく味が明確であるという理由としては、due to the way that the heat applies throughout the roasting. 熱源が熱が焙煎の工程全工程に通して入ってくるということが一つです。Throughout the triple heat application system. 3つの熱源があるんですけれども、Yeah, and that I think the modulation of those variables leads to a higher cup clarity and a higher quality coffee. その3つの熱源を使って駆使して焙煎しておりますので、ストロングホールドの焙煎機を使うとより味が味に明瞭さというか明確さが生まれてくると思います。で、3つの熱源といいますのはちょっとおっしゃらなかったんですけれども、熱伝導と対流熱とハロゲンを使った輻射熱、この3つの熱源を使っております。ハロゲン使うっていうのがね、このストロングホールド唯一のところになると思うんですけど、ちょっと次の方に私の方から簡単に説明させていただきます。こちらトリプルヒートシステムということで、ストロングホールドの方からご用意いただいたスライドにはなるんですけれども、特徴としては、こちらが典型的な、昔からある、焙煎機の方式ですね。ドラムタイプだとかあるんですけれども、ここがレディエーションということでハロゲンの輻射熱を指してます。でここを持っているのがストロングホールドの焙煎機だけっていうことで、ここがやっぱりストロングホールドのユニークな点です。で、味わいとしては、こちらもストロングホールド調べではあるんですけれども、こちらのグラフですね、見ていただくと、ビターっていうのがちょっと出づらい。いい意味でですね、いい意味で出づらくて、で一方でボディ感、アロマ感、CD 感でスイートネスですね、スペシャルティーコーヒーで評価される部分っていうのが強調して出てくるっていう、そういった調査のもと開発されたその焙煎機となっております。次に大会のね、焙煎の話の前にやっぱりその生豆ってどうやって手に入れるのと結構聞かれるんですよ。やっぱり特別な人じゃないといい豆って手に入らないんじゃないかみたいな。なので、オニキスって
世界中の本当にいい豆を持ってる。それでどうやって、生豆ソーシングしてるのかっていうところも聞いてみたいなと思います。Yeah, so the approach to sourcing, as we know, the roasted product is only as good as the green product. まず良い生豆を入手するということが大変重要になってまいります。So my approach to sourcing is very relational. 関係を築いてそういったいい豆を手にしていくんですけれども。And I kind of network through a lot of events-based things, but also いろんなイベントを通してそういった方たちとネットワークを作っていく、生豆の方々、農園の方々とネットワークをしっかり作っていくということをしております。but actually through the internet as well. So big でも tools 本 like 当はインターネットを使ってでもネットワーク作りをしているんです。even places like Instagram. インスタグラムとかそういったものを大変利用してネットワーク作りをしております。I've met a lot of producers through that. 農園の生産者とはインスタグラムを通してつながっていることが多いです。But events like this are really important as well. このようなイベントも重要です。Even this weekend, I've met many new producers from all over the world. このようなイベントでもいろんな農園の生産者の方にお会いすることができます。So it's really all about networking and talking to different people. だから生豆を入手するという時には必ずこのネットワークの力が必要になっております。And through that, you end up exchanging and getting samples. でネットワークをして作り生産者の方とつながってで生豆をサンプルをいただくという手順になってまいります。And then, yeah, tasting that in your lab and determining which coffee you would で like. サンプルの生豆をテイスティング焼いてテイスティングをしてどうなのかっていうそこから始まります。なんか今次に狙ってる農園とか気にしてる国とかそういったところってあるんですか？ Yeah. It's a secret. No secrets. もちろん今気になっているところはありますと。で秘密ですかっていうふうにしたらいやいや秘密じゃありませんよと教えていただけるかもしれないですね。I'm always interested in emerging origins. Emerging origins. New countries. いつも新しい国、新しい豆というのの開発というか見つけるということにいつも専念しております。Even this morning, I met someone from Venezuela that's producing 今 coffee. 朝もベネズエラの農園の方にお会いしました。いつも新しい豆をちょっと求めております。But to answer his question, I think for competition, 競技会では the things that make us successful are the relationships that exist currently. Successful are the relationships we have now. もちろん競技会などでは今自分が持っているご縁というか農園との関係というのはすごく大事にもちろんしていくということも必要です。ありがとうございます。さっきの話で、すごく面白いですよね。インスタでいいんだみたいな。だから別に現地に行くことができればいいけど、日本ってやっぱ遠いからどこ行くにも。なのででも今ってインターネットがあるから、インスタで DM 送ればいいし、割とその DM でつながりっていうのも重要だったりする。でサンプルさえ送ってもらえば、あとは買いたいって言えば買えるし。そういうのを駆使するのも、一つ、彼ぐらいのレベルでもそうやってるんだから、僕らもやった方がいいですよね。で、ちょっとここからは具体的な焙煎方法、これ聞けるんだっていう感じなんだけど、競技会用の焙煎、これは焙煎の大会ではなくて、シンプルブリュワーズカップだったり、バリスタコンペティションだったりの、どういうふうに焙煎をしていくのかっていうところを話聞いていこうかなと思います。Yeah. So the approach to roasting for competition is such that we spoke earlier of cup clarity. とにかくカップのコーヒーの
鮮明さというか正確さというのが一番重要になります。And that's important because on the barista stage or the brewer stage, バリスタのステージでもブリュワーのステージであっても you're being judged on your accuracy of flavor descriptors. フレーバーのフレーバーの宣言との一致っていうのが、すごいジャッジは見てるよっていうところ。And so the roasting and the preparation of that coffee is extremely important in terms of getting points. ということで準備と実際にローストをする焙煎の両方ともが一致するということがすごく重要になってまいります。And so my approach to roasting competition coffees is the highest clarity possible. なのでできる限り最善の清涼さ、明瞭さというかフレーバーコーヒーの正確さ。なんかオレンジだったらオレンジみたいなそういうフレーバーが鮮明にちゃんと出るような焙煎を心がけてるっていうことですね。And I do that through a balanced heat application from halogen to hot air. そういったしっかりした味を明瞭な味が出るように焙煎の熱源の工夫をしております。And then I also balance that with my actual development time. ディベロップメントタイムにしても関しましてもバランスを考えております。In order to accomplish a very sweet cup, 甘さが引き立つような形になるような焙煎の仕方を工夫しております。but without under roasting or over roasting the coffee. っていうのは焼きすぎだったりアンダーだったりしないようなそんな焼き方を目指しております。Which I'll illustrate. でただいまより焙煎のデモをさせていただきます。ちなみに1個聞きたいんですけど、そのアンダーだったりオーバーだったりしないようにっていうのはどうやって味の確認をするんですか？なんかカッピングなのかブリューなのかエスプレッソなのか。I'll identify roasting defects through two ways. 2つの方法でそういったアンダーとかオーバー焼きすぎっていうのを自分で確認を取ります。The first way is actual data using a roast analyzer. ローストアナライザーというか、データをもとに確認を取ります。You measure the color. Color, yeah. Color either through Actron or Color Track. アクトロンとかそのもう一個色ちょっとあんま分かんないですけど。Color Track. カラートラックっていうそういうものがあるんですけれども、色を見てデータで焼きすぎなのかどうなのかっていうのを確認をします。And the second way is through sensory evaluations of cupping. で実際に自分でカッピングをしてどうなのかっていう確認を取ります。But oftentimes cupping doesn't tell us the entire story. でもカッピングだけですとやっぱり全て全体包括的にちゃんと理解をすることができませんので。So, with the roaster and the competitor, there's a very good partnership there. 結局焙煎をしていただく方、そしてコンペティターコンペティター競技者が2人がやっぱりちゃんとパートナーシップというか相互にきちんといい関係を築くということが競技では重要になります。And one of the ways I establish that partnership is by giving them coffees to brew, and then we taste them together. 一番いい方法としましてはやっぱりローストしていただく方にもそのコーヒーを一緒にその方々と一緒に飲むで味を見る競技者と焙煎士の方がお互いに一緒にそのコーヒーを確認を取るという作業をさせていただきます。And tasting those coffees together tells us that テイスティングを一緒にするということでwe're either on the right track or an adjustment needs to be made. 本当にいい形になっているのか、それともちょっとやっぱり調整しないといけないのかっていうのがお互いに理解することができます。So sometimes they have an idea of a flavor profile that they フレーバープロファイルがどうなのかっていうのが相手が気がついたり、and that can be adjusted in the roasting.
それかそういったちょっとやっぱりフレーバープロファイルはちょっとかなっていう時には焙煎でちょっと微調整したりっていうことをお互いに話すことができます。So oftentimes someone will say, I thought, I want something slightly brighter in acidity. もうちょっと明るめの酸が欲しいっていう風なコメントになりましたら、そのようなAnd that can be created through the roast profile. ローストプロファイルにそのコメントを生かすことができます。By shortening the time or lowering the temperature. 時間を短くするとか、温度を下げるとか、それぞれその場で工夫をしながら、その希望の求める形に持っていきます。So, in summary, the partnership between the roaster and the competitor. 競技者と焙煎士のパートナーシップ、相互の関係というのが非常に大事です。It's extremely important when used with data and sensory evaluation. センソリーエバリエーションだからカッピングの際にもとても重要になってまいります。ありがとうございます。So that's the roast. Yeah. それではデモ焙煎デモをしていただきます。では今回なんですけれども、もちろん焙煎機ですね、先ほどお伺いしたハロゲンのコントロールができるストロングホールドの焙煎機をご使用いただきます。弊社が取り扱っている S7X ですね。で、生飴に関しましては、今回ですね、特別にエチオピアのモシトをご用意しております。せっかくなので、ちょっと笠井さんのお取り込みいただいて。今の話聞くと、ちょっとバツナギだけしようと思ったんだけど、こうやって焼くと理想的な味になるよっていう話では全くないっていうのが、さっきのダコタの話からは読み取れる。やっぱりどういう味を作りたいかっていうのはコンペティター側の考えがあるし、ロースター側はそのアンダーでもオーバーでもないように焼くけど、どういう風なフレーバーをクリエイトしていくかっていうのはやっぱコンペティターとの間で決めるものだから、多分これが理想ですよみたいなのはないんだなっていうのが分かりました。とはいえね、こういう風にしてほしいって言われた時に対応できるのはダコタの凄さだなとは思いますけどね。で実際彼が焼いた豆を使って WBC では、2年連続2位だったのかな、オニキスコーヒーから、それってもう限りなく不可能に近い偉業だし、でブリュワーズも2位3位っていう風に来てたし、これはやっぱり彼が考える美味しさっていうのが世界水準のところに達してるんだろうなっていう、優勝するかどうかはもう最後運のところが大きいので、もうほぼ間違いなく彼の作るコーヒーが今世界のトップだと思って、間違いないんじゃないかなと思います。ではじゃあバトンを引き継ぎますので。I'll talk about the coffee that I'm using today. 今日使用するコーヒーについてです。This is a very, very nice washed Ethiopian coffee. ウォッシュエチオピアですごくいいものです。From the Bombay ボンベイ station in Sidama. シダマです。I chose 400 grams 400グラムになります。in order to roast this coffee to a light roast. 今回は浅入りで仕上げたいと思います。Quickly to establish like a bright and sweet cup. 甘さ、スイートネス、スイートと明るさを最初の段階で作っていきたいと思っています。This coffee is quite small in size. このコーヒーはとても小さいサイズが小さいですので、and extremely dense. しかも凝縮しているので、and so you will see I use a lot of energy at the beginning of the roast 最初にかなり熱源を加えていきます。and throughout the color change phase カラーチェンジまでしっかりと熱を入れていきたいと思います。in order to roast this coffee quickly. なるべく早く短めにローストしてまいります。We're now at 100%, so I'm going to start my roast. 余熱ができていますのでローストします。So I've added a guide, which was the roast I did previous to this of the same coffee. ガイドが見れるようにしております。直前に一度焼いております今日。And so I will follow along here and talk about what I'm doing as I roast.
その焼いた直前に焼いたものを見ながら、それに合わせる形で今から焼いてまいります。Throughout this roast, I'll be hopefully slightly above my guide because I hope to roast slightly faster. もうちょっと前回焼いたものよりもう少し短い時間で焼きたいので、もう少し温度を少し高めに焼いていこうと思います。So we'll talk about my initial settings. 最初のセッティングですけれども、I start on this machine at 5 hot air. まずホットエア熱風を5にします。10段階のうちの5ですね。as well as 5 on the halogen. ハロゲンも最初は5で設定しております。And then I begin to kind of walk the settings up そして少しその後高くします。until I reach my max settings セッティング at 10 hot air. 最初に5にしておりましたが、今ちょっと高く急にしました。10にしました。熱風を10に設定しております。and 8 halogen. ハロゲンの熱を、輻射熱を8に高めました。And from there, my peak settings are at the duration of about 3 minutes. 3分ぐらいこの一番ピークになるセッティングで一番高い状態にしております。And throughout this phase, the coffee reaches an equilibrium. この状態で今焼いておりますけれども、これが安定した状態で焙煎が続きます。And from there, it begins to react. でこの状態で安定した設定で行っていて、豆がどんどん中で化学反応を起こしていきます。And throughout that reaction, what is happening are the triple heat applications. 豆が化学反応を起こしているその間に、この3つの熱源、先ほど説明させていただいた熱源ですけれども、are causing the coffee to not only change color but continue to develop after color change, which will approach around 3 to 4この minutes. 熱源のおかげで豆の色がどんどん変わっていきます。And at the beginning of the roast, my hot air settings are very high at 10 at the maximum. 今10に熱風の設定が10になっております。which is the convection application of this roast. 対流熱をしっかり使う形で今焙煎しております。And this convection on the hot air is extremely important for the roasting. 焙煎においてこの対流熱の熱風をしっかり使うということはすごく重要になります。In order to roast the coffee quickly 早く焙煎する。and very evenly. そして均等に焙煎するということを考えると、この形がとても良いと思っています。And this works in conjunction with my halogen. でそれと合わせてハロゲンの輻射熱を使ってまいります。And the halogen heat source is applying radiant heat from the top down. 輻射熱はハロゲンランプが上についておりますけれども、それが上から下に熱が放射されております。And as I approach color change and beyond, カラーチェンジに向かうに、またそのカラーチェンジの後に向かうに今向かっているんですけれども、I will begin to lower my halogen and hot air. 次第にハロゲンの輻射熱と熱風の設定を少しずつ落としておきます。Starting with the halogen, まずハロゲンの輻射熱の方を少し下げていきます。because what we know about halogen is that near the end of the roast, ハロゲン輻射熱なんですけど、ハロゲンなんですけれども、最後の方に焙煎の終わりの方では、its effect on the coffee will become much stronger as the coffee becomes darker. コーヒーに及ぼす影響がとても大きいので、そこを気をつけていかないといけないです。So I lower my halogen to separation of 3 settings from my hot air setting. ということで、最後の方になるとかなり影響が大きくなりますので、ハロゲンの輻射熱はかなり抑えます。
as you can see, I'm at 9 on the hot air and 6 on the halogen. 今熱風は9、9で設定しておりまして、ハロゲンは6に設定しております。And I will continue this relationship throughout the roast, lowering both at the same この time. 熱風とハロゲンの輻射熱の関係はこの後順番に同じような対比で下げていきます。The number one way of heat application is through hot air. On this machine currently is hot air. Yeah, number one. こちらのS7X なんですけれども、ホットエア熱風を使うのが一番重要な熱源として使っております。And this is the roast. This is the catalyst throughout the roast. カタリストっていうんですけれども、焙煎を促進する触媒のような働きを熱風がしてくれます。And this hot air will ensure that the coffee is not under roasted when I use a higher setting. それで設定を高くしてもコーヒーが生焼けになるようなことがないようにします。And all of these things, the convection and the radiant heat sources, すべてのヒートソースというか熱源なんですけれども、コンベクション対流熱とあとハロゲンコンベクション and what did you say? convection and radiant. レディアンハロジェン輻射熱とあと、熱風対流熱をしっかり使っていきます。 These all work in with alongside the conductive variable within the tower drum. こちらのマシンですけれども、焙煎機なんですけれども、あと伝導熱もあります。でそちらも合わせてしっかり安定した焙煎を行ってまいります。And this conduction is mostly controlled by the agitation here. その熱伝導ですけれども、攪拌パドルを使ってアジテーションというんですけれども、そちらの方を上手に使ってそちらの方も熱源もしっかりと取り込んでいきます。Which I have set on 8 at the moment. 今回今8に設定しております。And I use the agitation at 8 as a static variable, so I don't change it throughout the roast. アジテーション攪拌なんですけども、これはダコタさんは8に設定をもうずっと変えないで8に設定しておくそうです。And this is due to when I roast quickly, I want a little bit of conduction, but less conduction than convection. 早く焙煎をする場合はもちろん熱伝導ドラムの熱伝導を使うんですけれども、そんなに使いすぎないように気をつけながら、やっぱり熱風の対流熱の方に力を入れてやっております。For a coffee like this that allows me to highlight some of the more delicate characteristics of this こち coffee. らデリケートな豆になりますので、それもしっかりと考慮して焙煎をする必要があります。So this is the roast that we just did, the one that's complete in the cooling tray. こちらが今回今焙煎させていただいた焙煎のプロファイルになります。So as you can see, it's quite fast. とても早かったと思います。焙煎の時間が The duration was 8 minutes and 10 seconds. 8分10秒で焙煎しました。 And I reached first crack at 7 minutes and 30 seconds. 7分30秒で1ハゼをしております。 Giving the development phase of this coffee a little bit less than 1 minute. ディベロップメントはちょっと1分よりも少ない1分を切る長さになります。 Which is 8% of my development time ratio. ディベロップメントは 8% になっております。 Which for this coffee is quite a fast and light roast. こちらはかなり浅入りで早い短い焙煎になります。 And this particular coffee would be great for like a filter offering. こちらはどちらかというとフィルターで飲んでいただくのが美味しくいただけると思います。 And this is very similar to how I would approach roasting a coffee for like a brewer's champion. こちらの
プロファイルですけれども、どちらかというとブルワーズカップに適したプロファイルになります。And once I establish set profile here, 一度こちらでプロファイルを作りましたら、I will use this as a reference and modulate as I need to. 一度使ってこれで保存して、これを元に微調整をするという使い方をします。When the coffee like this, if I were to taste it with a brewer competitor, この今作ったようにこういうふうに焼きましたら、ブリュワーズのコンペティターだからブリュワーズの競技者と一緒に飲み、実際にテイスティングをして、and they found the texture or body to be quite light. ボディとかテクスチャーが軽いかどうか。And they were hoping for something a little bit more round or heavy. でも少し重さがヘビーかボディが少しあるように。I would use this profile as a reference. なので一応あくまでも参考に使います。But I would extend the roast longer from the duration. Sorry. これを参考に参照にしまして、次にもう少しこれを広げるもうちょっと長くローストをするようにします。First crack up to the end of the roast. ファースト1ハゼから最後まで仕上がりまでの時間を少し伸ばす、引き伸ばす、そういうこともします。じゃあ1ハゼの時間は変えないんですか？ So you haven't changed the duration to the first crack, right? Typically, no. 変えないそうです。デベロップタイムだけ長くして。So you change the development duration of development time. はい、はい、そうです。And end temp is same? The end temp, I will, if I'm trying to just change one variable, like the texture or the tactile, I will keep the temperature the same but modulate the time. なので最後の仕上がりの時の時間っていう温度は変えないで、そのディベロップメントの時間だけ少し引き伸ばす。そしてテクスチャーやタクタイルを出していく。そういう工夫をします。So once a profile is established, はい、まずプロファイルができましたら、a coffee can be auto-replicated. そしてまた再生することができます。全く同じものを焼くことができます。オートリプリケーションというんですけれども、複製ができます。By going into the history, でまずヒストリーのところに画面に行くんですけれども、and recalling the profile that you like. でヒストリーの今まで焼いたものの中で一番自分が好きだったものを選ぶ。And then getting the same coffee. で同じコーヒーを持ってきまして、もう一度ローストされるそうです。いいですか？ This will just highlight the auto replication. 今回もう一回やるのは再生複製を見ていただきたいので、We'll also go into the Q&A as it auto はい。 replicates. で勝手にもう焼いてくださいますので、今焼いた形と全く同じ焼き上がりでプロファイルで焼いてくれるんですね。もうなのでその間に皆さんの QA をお伺いすることができます。じゃあ皆さんの中から彼に質問したいことがある方、挙手をしていただければ。はい。はい、すみません。よろしくお願いします。アグトロンの話が途中で出たんですけど、そのアンダーの時のアグトロンでオーバーだなっていうそのアグトロンをどれぐらいを捉えてるかっていうのと、豆のアグトロンと粉のアグトロンをそのアンダーとオーバーで自分が適正だなって思うそのアグトロンのその豆の瓶のところとその粉のところっていうものを教えてもらっていいですか？I think the question is about the Actron number itself, like what I find to be under roasted versus over roasted. アンダーとオーバーに関してアグトロンの数値をお伺いしたいということでしょうか？豆の状態と粉の状態。The unfortunate answer is that I just use the Actron as a variable, as a data point. データとして調整するときに使いますので、But just the Actron alone doesn't always tell me the whole story. アグトロンを中心にそれにそちらに依存しているわけではなくって、一応一つの For instance,
my personal United States barista competition coffee from last year バリスタコンペティション、去年のバリスタコンペティション大会競技があったんですけれども、was a 64 on the Actron, アクトロンで64だったんですけれども、 which for me, for a coffee of that quality, is quite dark. I think. 64だったんですけども、とてもちょっと深入り、ちょっと深めの感じがしました。And if I roasted another coffee to the same level, 同じレベルでのローストをした際に、 that coffee might have more roasting defect or like a heavier roast than the coffee that I used in barista competition. So if I roasted a different coffee on the same profile to the 64 Actron, it might be darker than the one that だ I からア used. クトロン60の数値が64で、また違うものを焼いたんですけれども、そのアクトロン64で同じぐらいの入りの豆ができるはずなんですけれども、その時は2回目に焼いた時はもっと深くなってしまったり、あと血管焙煎だったり、ちょっとやっぱりそこに依存してしまうと心配な面があるかなっていうふうに考えております。The main thing that I use Actron for アクトロンの自分の使っている主な理由とやり方っていうのは、 is establishing consistency between batches. バッチごとに、均一になるように安定した焼き上がりができるようにアグトロンを使用しています。 But tasting is always the top. もちろんテイスティングが一番大事なんですけれども、そういった意味でアグトロンっていうのは同じような均一の焙煎ができるような指標として使っております。豆と粉の状態って測ったりしますか？ Yes, はい、 both ground. はい、 So when I take this data, I take ground and whole coffee. データを取るときにはまずグラウンドというかひいた豆、それからビーン豆自体で見ます。両方とも見ます。 And when I ground to beans, both. and when I do 両方と that, も両方とも、はい。 there are differences between the two, between ground and whole, and I log that as a separate data point as well. 両方ともひいた豆の時と豆その自体のアクトロンでデータを取りまして、それぞれ別のものとしてデータ処理というか記録しておきます。 So for me, when I have that data point and it's different than the rest, if there's one roast that's slightly different than the others One roast is slightly different. from the other roasts, ロースと焙煎によってやっぱり違いますよね、それぞれ。 then I will taste that alongside to see if there are any differences. でテイスティングをしてどんな違いがあるのかっていうのを確かめます。 If there are, I might separate that away from the others and give it to the competitor as a separate maybe test to see if there's a difference there in extraction or flavor. でそれをまた同じような競技者に飲んでいただいて、でそちらのコメントというかフィードバックをいただく。で同じようにやっても違う。なのでそれぞれとにかく同じような競技者競合の方やなんかにも飲んでいただいて、しっかりとフィードバックしていただいて、で味を作っていく。 And the final thing I would say about Actron between ground and whole 豆とグラウンドっていうかひいた豆の違いというのは would be, for me, my theory is that I don't want a really big difference between the two. 両方そんなに大きな違いがあってほしくないんですね。Because that tells me that the outside has been roasted a little bit more than the inside of the coffee. 大きな違いがない方がいいというのは、外側のだけ濃くって中が焼けてないっていうそういう違いが出るということになるので、その違いがない方がいい。 But that also changes over time with more rest of the coffee between the roast dates. でもそういったものもみんな全体的な要因になってきますので、
What did you say? It's the last one. The numbers change as the coffee rests. コーヒーというのはエイジングではないですけど、時間が経ったらまた変わってきますので、その場だけのデータではない、またちょっと時間が経ってきたらまた変わってしまいますね、アグトロンの数値も。なのでそういった意味でその場その時だけのデータではないということです。なんかその外と中の、豆と粉のアグトロンの違いが大きすぎるのかそうじゃない、適正なのかっていうのも味で結局拾うってことですよね。Yeah. My number one way of determining the outcome of a roast is tasting. 結局アグトロンもすごく重要なんですけれども、結局最終的にはテイストっていうことです。And I do that first by cupping. でまずやっぱりカッピングをするという、そこが重要になってきます。And then from cupping, I hand it over to the competitor. まずカッピングしてまた競技者の方に飲んでいただく。And from there, I taste it as either an espresso or a brewed coffee. でしかも飲んでいただくときにカッピング、それとあとブリューフィルターで飲んでもらって、でそしてエスプレッソでも飲んでいただいて、いろんな飲み方で飲んでいただく。And between the two, I make determinations if it is under roasted or if we want to change the roast profile at all. アンダーであったりそうではないのか、そこら辺でそこから話し合いをしていく。Because if I notice on the cupping table that it might be slightly light, カッピングテーブルでカッピングした段階ではちょっとライトかなっていう時でも、 and that also appears in the brewed coffee either as an espresso or a filter coffee, フィルターコーヒーやエスプレッソで入れた時に、then those two data points would tell me this coffee is light. 本当にライトなのかそうじゃないのかっていうのがはっきりしてきます。 But typically for competition coffees in general, 一般的に競技者用のコーヒーというのは、 I'm really less concerned with roasting defects あまり焙煎欠陥というのを気にしないようにしております。 and more concerned with the way that the coffee is performing as the competitor and myself wanted it to. その焼いた焙煎したコーヒーが自分たちの好きな形になっているかどうか、そちらの方に重点を置いています。 And really the way that we approach that is by looking at the score sheet スコアシートを見てそれを判断したり、 and determining if the taste balance is there, テイストバランスですよね、味のバランスを見たり、 while also maintaining the clarity in order to have accurate descriptors. 味の明瞭さというのを見てみたり、スコアを見てみたり、 And from there we might adjust the roast to either be more accurate or adjust the acidity of the brew. でそこから酸味を出していくのか、そこから少し調整をしていきます。じゃあその大会でやった時のアグトロンの数値は何番でした？そのグラインドしたアグトロン、その時は。For my personal Yeah, coffee, 64. 64。その64はホールビーン。Whole bean. Yeah. グラインドは？ Browns, I could look. 今見てくださるそうです。I'm not sure. すいません。じゃあ他に何か質問したい方、特にここの座ってる方の中でいますか？どうぞ。もしブリュワーズとバリスタチャンピオンシップで同じ豆を使わなきゃいけないってなった時に、焙煎士として焙煎にどのような差をつけるのか、そういうのもつけないのか。Between barista and brewers? The answer is yes, I would. I would change my approach. もちろん Typically, 変えます。I would change my roast from brewers to barista and highlighting more of the tactile in barista. バリスタのコンペティションね。バリスタの大会の場合はもっとタクタイルというかテクスチャーというかマウスフィールとかテクスチャーが出るようにします。Typically, my roast for brewers will be slightly shorter. ブリュワーズの時はちょっと短めにローストをします。Only by maybe 20 or 30 seconds. 2、30秒ぐらいの違いなんですけれども。
and possibly slightly lower in temperature Yeah, at the end. で少し温度も少し下げます。ブリュワーズの場合は、ブリュワーズカップの場合は少しだけ温度も下げて、少しだけ2、30秒時間も短く焙煎します。Because as for me, espresso as a brew method often highlights acidity more. バリスタの大会では酸味がすごく重要になってきますので、それをしっかり出すということが重要になります。なのでそのような焙煎の仕方になります。So in order to reach a taste balance for barista, I'll extend the roast. バリスタ大会の焙煎をする場合は少し時間を長く焙煎します。But really, the two things that I highlight in each are clarity and sweetness. まあでも結局2つすごく重要なことは、まずコーヒーのフレーバーが明確であるか、そこがすごく重要になってきます。それからあとスイートネス、甘みがちゃんと出ているか、その2つが一番重要な鍵になります。So I'm always trying to find a balance between the two. でその2つのバランスをしっかり見ていって焙煎をしています。これは完全にそのままスイッチ一つで全く同じ焼き方ができた複製した豆です。まあこれカード見るとね、ほぼ同じですよね、前回のものと。なので同じ生豆の量さえ測っておけば、もうほぼ何もせずに複製できるっていうのが、まあ、このストロングホールドの、オートモードの、利点かなと思いますね。じゃあなんか時間もあれなんで、最後に質問何かある方いらっしゃいますか？今ローストしてた時に、グラフと温度見て、熱源とかを変えてってたんですけど、香りとか色とか、香りはあんまり取らずに色とかを見て、そのグラフで調整して合わせていく感じです。Typically, if it's a brand new coffee, I will smell as I go. まあなんか新しい豆の時は使うって言ってます。This coffee I roasted right before this, so I didn't need to sample too much. もう前に焼いてるから、今回は使ってないというだけで、多分普段は使ってるはずですね。But typically, I do lead from a visual standpoint and sensory, so I'll look and smell throughout the process. もう通常はいつも見て、匂いも両方ともしっかりやります。では、タコタさんは粕谷様、今回の特別セミナーどうもありがとうございました。一旦ですね、こちらでセミナー以上としたいと思いますので、皆様盛大な拍手をお願いいたします。